時は戦国。合戦の勝敗を決めるのは数万の軍勢か、それとも冷徹なまでの策略か。否、己の肉体と一振りの鋼のみを頼りに修羅の道を切り開いた者たちがいた。人たちに命を懸け、神速の領域に達した伝説の剣士たち。ある者は一国一城を求めず、ある者は最強の称号のみを追い求めた。日の下無双は誰の手に？戦国剣豪真剣格付けランキング、いざ開幕。皆さんこんにちは。今回は戦国時代という時代において最強の剣豪を決定します。最強を決めるのって何を視点に考えればいいかすごく難しかったね。そうだね。この動画ではその人物の実績と様々なエピソードから総合的にランキングを決定しました。導入はこれくらいにして早速発表していくよ。ではいざ参る。さあ、ランキング第6位の発表だ。ここはロマン枠として絶大な人気を誇るこの男、室町幕府第13代将軍足利義輝。おお、有名だね。剣豪将軍って呼ばれてる人だ。でも将軍って偉いだけで実践はしないイメージだけど。普通はね。でも義輝は違う。将軍という職業の傍らガチで剣聖を目指したというとんでもない男なんだ。キャッチコキーをつけるなら塚原牧伝の愛弟子にして天下五剣を実戦で振るった唯一の将軍だね。あの最強剣士塚原牧伝の弟子なの？そう、実は義輝、若い頃は家臣に京都を追い出されたりして将軍としての権力が全然なかった。言葉で言っても誰も従わないなら、俺自身が強くなるしかないって覚醒しちゃったんだよ。少年漫画の主人公みたいな動機だ。そこからの行動力がすごい。20代前半、京都に来ていた60代後半の塚原牧伝を御所に招いて弟子入り。なんと鹿島神道流の奥義一つの太刀を伝授されたと言われている。奥義まで？それって免許皆伝クラスってこと？そういうこと。さらに新影流の祖上泉信綱とも交流して彼の技に天下一のお墨付きを与えている。つまり当時の剣術界のツートップと直接関わり実力を認められた男なんだ。師匠が豪華すぎる。権力だけじゃなくて実力もガチだったんだね。だがそんな義輝に悲劇が訪れる。1565年永禄の変。将軍の力を恐れた松永久秀らの軍勢約1万に二条五将包囲されてしまう。1万？さすがに積んでるじゃん。誰もがそう思った。でも義輝だけは諦めなかった。彼は秘蔵のコレクションである名刀を何十振りも持ち出し、なんと畳の合わせ目にずらりと突き刺したんだ。何そのスタイル？刀は切れば油で切れなくなるなら切れなくなるたびに持ち帰ればいいというバーサーカーみたいな戦法だよ。使った刀もヤバい。同時切りやすつな三日月宗近国宝級の天下五剣大尻もなく実戦投入して襲いかかる敵兵を次々と切り伏せた。もったいないけどかっこいい。まさに無双状態だね。あまりに強すぎて敵兵は正面から近づけなくなった。最終的にどうやって倒したと思う？遠くから鉄砲とか？いや、敵は四方から畳を盾にして押し寄せ、義輝を四方八方から押しつぶし、隙間から槍で突いたんだ。うわぁ、剣じゃ勝てないからってそんな卑怯な手を。最後まで無人として戦い抜いた義輝。時世の句はさみだれは梅雨が涙かホトトギス我が名をあげよ雲の上まで。雨は私の無念の涙かホトトギスよ私の武名を天まで届けてくれ。切ない。でもその名前バッチリ歴史に残ってるよ。その通り。剣聖牧伝の技を受け継ぎ最後まで将軍の意地を見せた足利義輝。戦績としての勝利はないけれど個人の武力としては歴代将軍最強。よって今回の剣豪ランキングでは第6位にランクイン。続いてのランクインは時代劇やゲームでもおなじみ最強の剣豪集団柳生一族の礎を築いた男柳生宗義。こうして関秀才の登場だ。柳生、名前は超有名だね。柳生十兵衛とかのおじいちゃん？そうそう、地方の一豪族だった柳生家を徳
徳川将軍家の剣術指南役、家庭教師という超エリート地位に押し上げた伝説の人物だよ。彼の凄さは単に強いだけじゃなく、戦わずして勝つという剣の精神的な境地に達したことにあるんだ。戦わずして勝つ？なんだか哲学っぽくてかっこいいな。でも最初から最強だったわけじゃない。若い頃の宗義は近畿地方大和の国では知られた猛者で、俺より強いやつに会いに行くスタイルで自信満々だった。ところが30代半ば、ある運命の出会いをする。誰と？さっき足利義輝の師匠としても登場した剣聖上泉信綱だ。宗義は手合わせ願いたいと挑むんだけど、信綱の弟子の引田文五郎にあっさり乾杯。さらに信綱本人とも立ち会い、手も足も出ずにボコボコにされたと言われている。井の中の蛙だったのか。そこで宗義のすごいところは、すぐに土下座して弟子にしてくださいと入門したこと。そこから数年間死に物狂いで修行し、ついに信綱から新影流の正統後継者として認められるんだ。これが後の柳生新影流になる。宗義の修行の凄まじさを物語るスポットが今も奈良の柳生に残っているよ。一等石って知ってる？あのアニメで有名になった真っ二つに割れた巨岩？そう。伝説では宗義が夜な夜な天狗を相手に修行をしていて、ある夜天狗を一刀両断したと思ったら、そこには真っ二つに割れた巨岩があったという逸話が残っている。岩を切るとか人間技じゃないよ。まさに剣豪だね。そして宗義最大の見せ場は晩年の1594年、時の権力者徳川家康に京都の屋敷へ招かれた時のことだ。お、家康と対面。緊張するね。家康は剣好きだから、お前の無刀取りとやらわしに見せてみろと言って、なんと木刀を持って自ら宗義に打ちかかってきたんだ。家康本人が？危ない危ない。当時60代半ばの宗義は素手でゆらりと構えた。そして家康が打ち込んできた瞬間、その木刀を素手で軽やかに絡め取り、家康の手から奪い取ってしまった。しかも家康には傷一つ負わせずに。天下人の攻撃を素手で？これが奥義、無刀取り。わしは刀を持たぬ、故に相手の刀を利用するという神業だね。これに感動した家康はその場で入門を志願、柳生家を徳川の剣術指南役にすると約束したんだ。こうして柳生家は江戸時代を通じて剣術界のトップに君臨することになる。足利義輝のような派手なしにざまはないけれど、技術を体系化し天下人に認めさせ、家を繁栄させたという点では間違いなく最強の勝ち組剣豪だね。剣の腕だけで将軍の先生になっちゃうなんて、まさにドリームだね。岩をも切る攻撃力と素手で制する技術力、戦国の世を生き抜いた完成された剣豪として第5位にランクイン。さあ、続いてのランクインはこの男を出さないわけにはいかないだろう。日本の歴史上、いや世界で最も有名な剣士と言っても過言ではない、生涯無敗64回の真剣勝負を全て勝ち抜いた二刀流の祖宮本武蔵の登場だ。ついに真打ち登場だね。でも武蔵ってあまりに有名すぎて逆に本当にそんなに強かったのって疑いたくなっちゃうんだけど。その気持ちもわかる。でも彼の凄さは単なる剣のスキルだけじゃないんだ。武蔵の本質は徹底したリアリスト、現実主義者であり、勝つためには物理法則から心理戦まで使えるものは何でも使うという執念にあるんだよ。武蔵の初陣はなんと13歳、相手は新刀流の使い手有馬喜兵衛。13歳の子供が大人のプロ剣士を相手に棒切れ一本で殴り殺したのが伝説の始まりだ。13歳、中学1年生くらいでしょ。狂ってるね。その後20代で挑んだのが当時の京都で最強の名を欲しいままにしていた名門吉岡一門。当主を倒した後、復讐に燃える吉岡側はなんと数百人の門弟を集めて武蔵を暗殺しようとした。一対多っていうレベルじゃないじゃん。戦争だよ。そこで武蔵が見せたのが伝説の二刀流の片鱗だ。彼は闇夜に乗じて敵の本陣へ奇襲をかけ、総大将だった少年を切り捨てると、そのままパニックに陥った数百人の間を2本の刀を振り回して突破したんだ。囲まれたら終わりという状況で心理的に敵の手をつく、これが武蔵流の合理性だね。そして武蔵の代名詞といえば佐々木小次郎との巌流島の決闘だ。
こで注目してほしいのは、遅刻よりも彼が持ち込んだ武器なんだ。小次郎の物干し竿、より長い木刀を船の貝、オールで作ったんだよね。そう。でも、なぜわざわざ重いオールを削ったのか。武蔵は小次郎のツバメ返しの射程範囲を完全に計算していたんだよ。相手の歯が届かない距離から自分だけが届く武器で叩き潰す。これ、現代の格闘技でも一番の勝ちパターンだよね。美学よりも物理的な勝利を優先したんだ。正々堂々よりも絶対に勝つ方法を選んだってことか。ある意味一番怖い人だね。晩年の武蔵は単なる人斬りでは終わらなかった。熊本の霊岩洞という洞窟にこもり、死の直前まで書き上げたのが五輪書だ。今でも経営者とかが読んでるっていうあのビジネス書の元祖を。そう、彼はそこで表紙を盗むことや敵の先を越すことの重要性を説いている。最後に行き着いたのは迷いのない精神状態を示す空の巻。ただ強いだけでなく自分の技術を論理的に体系化したからこそ、武蔵の名は数百年経っても色褪せないんだ。実戦での圧倒的な勝率、不利な状況を戦略で覆す知略、そして後世に残した哲学。最強という言葉にこれほど説得力を持つ男は他にいないだろう。技術も頭脳もメンタルも全部無理だね。まさに最強剣士の象徴だわ。歴史が証明する腐敗の伝説、文句なしのパフォーマンスを評価して第4位にランクインだ。さあ、いよいよトップ3位の発表だ。第3位は我々日本人にとって最も馴染み深い剣道の源流を作り上げた男。生涯腐敗、その強さから剣術の神の一人と称えられる伝説の剣豪、伊藤一刀斎だ。一刀流、名前は超有名だけど、そんなにすごかったのを宮本武蔵とかに比べるとちょっと地味なイメージがあるけど。とんでもない。実戦の記録を見れば武蔵に勝るとも劣らないよ。彼は生涯で一度も負けなかっただけでなく、記録に残るだけで33回もの真剣勝負を勝ち抜いているんだ。それもただ勝つだけじゃない。無駄な動きを全て削ぎ落とし、相手を一撃で仕留めるという究極の効率を極めた実戦特化型の剣豪なんだ。一刀斎の凄まじさを語る上で外せないのが若き日の賊30人斬りだ。ある時、一刀斎が宿で寝ているところをなんと30人もの泥棒集団が包囲した。寝込みを30人？それさっきの武蔵の話より絶望的じゃない？逃げ場なんてないでしょ。普通なら終わりだ。だが彼は枕元にあった愛刀をひっつかむと、暗闇の中で襲いかかる30人を次々と切り伏せ、最終的に全員を撃退してしまったんだ。この時に編み出されたのが、どんな方向からの攻撃も瞬時に払いのけて切る五車刀という技だ。寝起きで、しかも暗闇で30人、視覚じゃなくて肌で気配を感じ取ってたとしか思えないね。そして一刀斎が最強とされる最大の理由が奥義無双剣。これは無意識の状態で敵が動くよりも先に体が勝手に反応して切ってしまうという、もはや超能力に近い領域の技なんだ。無意識できる？それって何も考えてないってこと？そう、こう切ろうと考えた瞬間に脳から体に信号が届くまでのタイムラグが生まれる。一刀斎はそのわずかな隙すら排除した。敵が殺気を放った瞬間にすでに切り終わっている。相手からすれば動こうとした瞬間に自分が切られているんだから、たまったもんじゃないよ。考える前に切る、その理論が完璧だったからこそ一刀流は江戸時代に最大の流派として栄えることになったんだね。そんな一刀斎の最後もまたあまりに伝説的だ。彼は自分の後継者を決める際、二人の弟子小野忠明と前期にこう命じた。真剣で殺し合いをして勝った方に全てを譲るとね。殺し合い？弟子同士で？それが一刀斎の流儀だった。最強を継ぐ者は生き残った一人でなければならない。その凄惨な決闘を見届け、印鑑を授けた後、彼はふらりと姿を消した。どこへ行き、どこで亡くなったのか、それを知る者は誰もいないんだ。33戦無敗の記録、そして現代剣道につながる無意識の先手という理論の完成。一撃に全てをかける潔さと日本剣術のスタンダードを作った功績。まさに剣豪の中の剣豪、
第3位にふさわしい圧倒的な伝説だね。というわけで、第3位は一刀流の祖、伊藤一刀斎だった。さあ、いよいよランキングも第2位。この男の名前を出して異論を唱える者は、歴史上まずいないだろう。戦国時代、あまたの大名や剣豪たちがこぞって弟子入りを志願し、自らも数百回の実戦で一度も敗北を知らなかった男。その名も、剣聖、塚原卜伝。ついに来ましたね。本物のレジェンド。卜伝といえば、一度も負けなかったのは有名だけど、もっとヤバい記録があるって聞きましたよ。よく知っているね。そう、彼は生涯で真剣勝負19回、戦場に出ること37回。切り倒した敵は200人を超えると言われているけれど、なんと、矢傷一つ、かすり傷一つ負わなかった、と記録されているんだ。200人切って無傷？もはや人間技じゃない。バグですよ、それ。彼の剣術、鹿島神刀流の極意は、ズバリ、一の太刀。これは単純な一撃必殺じゃない。相手が動こうとする、先、お読み、神がかり的なスピードと完璧なタイミングで、最初の一撃で勝負を終わらせるというものだ。さっきの一刀斎も一撃でしたけど、何が違うんですか？卜伝の場合、そこに、精神性と予測能力が究極まで加わっているんだ。彼は鹿島神宮に1000日間もこもって修行し、神から剣の極意を授かったという伝説があるほど、相手が何を考え、どう動くかを 0.1 秒単位で完全に見切っていた。だから、敵の攻撃が当たるはずもなかったんだね。まさに、当たらなければどうということはない、オチでいくスタイルさ。卜伝の強さを象徴する、最高に痺れるエピソードがある。ある時、渡し船の中で血気盛んな若侍に、あんたの流派は何だと絡まれたんだ。卜伝は静かにこう答えた。拙者の流派は、戦わずして勝つ、無手勝流、だとね。出た、無手勝流。でも、若侍は納得しないでしょ？あ、卑怯者、逃げるのか、と激怒した若侍に、卜伝は、では、あの小島、で勝負しよう。他の客に迷惑だ、と提案した。船が島に着くや否や、若侍は、死ね、とばかりに島へ飛び降りて刀を抜いた。ところが、その瞬間、卜伝がとんでもない秘剣を。いや、卜伝はそのまま船の座をついて、船をスルスルと岸から離してしまったんだ。島に取り残された若侍に向かって、卜伝は笑いながら言った。これぞ戦わずして勝つ、無手勝流よ、と。痛快すぎる。腕力じゃなくて、器の大きさで勝負が決まってますね。卜伝は教える能力も超一流だった。室町将軍、足利義輝や、伊勢の剣豪大名、北ヶ岳武教など、当時のトップクラスの強者たちがこぞって門を叩いた、いわば、戦国の最強メーカーでもあったわけだ。自分で戦っても無敵、教えても無敵、まさに完璧超人ですね。生涯無傷という圧倒的な実績、そして、戦わずして勝つ、という高潔な哲学、武力、知力、徳、すべてを兼ね備えた、完成された剣聖、第2位、塚原卜伝。彼こそが、日本の剣の歴史を決定づけた存在だと言えるだろうね。ついに、最強剣士ランキングの頂点を発表する時が来た。第1位は、日本の剣術史上、唯一無二の存在として、剣聖、と崇められる男、新影流の開祖、上泉信綱だ。ついに来た。これまで登場した名だたる剣豪たちの師匠であり、誰もがその名を耳にするだけで居住まいを正す。伝説中の伝説だよね。その通り、彼はあの戦国最強、武田信玄からも、君の剣術は一国に値する、と絶賛され、武田軍への士官を請われたほどなんだ。だが彼は、権力や地位よりも、剣の道を極めることを選び、全てを捨てて修行の旅に出た、まさに、本物の武芸者、なんだよ。強いだけじゃなくて、生き様もかっこいいなぁ。信綱の凄さは、単に人を切る技術だけじゃない。実は、現代の剣道につながる、黒竹刀を考案したのは彼なんだ。え、あの竹刀の原型？江戸時代の発明かと思ってた。それまでは木刀での稽古が一般的で、少し手元が狂えば骨折や死亡事故が当たり前の時代だった。でも信綱は、命を奪い合うのではなく、安全に、かつ本気で技術を高め合うべきだ、と考えたんだ。殺すための剣、から、高め合うための剣。そう、細かく割った竹を革の袋で包んだこの発明によって、
剣士たちは死を恐れずに打ち込めるようになった。日本中の剣術が飛躍的に進歩したのはこの信綱の愛があったからこそなんだよ。まさに日本剣術の父だね。道具にまで革命を起こしたのか。そんな信綱だけど、実戦ではどんな戦い方をしたの？ここで彼の強さを象徴する最も有名なエピソードを紹介しよう。信綱が旅の途中、ある寺を通りかかると、幼い子供を人質に取った強盗が立てこもっていた。第1位の信綱なら、神速の抜刀術で一瞬で解決。かな？いや、彼は刀を抜かなかった。それどころか、近くにいたお坊さんのふりをして髪を剃り、おにぎりを持って犯人に近づいたんだ。腹が減っているだろう。これを食べなさい。とな。変装作戦？犯人がおにぎりに手を伸ばした。その一瞬の隙、信綱は電光石火の速さで犯人を取り押さえ、子供を無傷で救い出したんだ。刀を使わずに事件を解決。後の柳生宗義が完成させる無刀取りの精神はここで生まれていたんだね。その通り、圧倒的な実力があるからこそ生まれる余裕、力でねじ伏せるのではなく、知恵と勇気で被害をゼロにする。これが剣聖の境地なんだ。相手を倒すことよりも誰も傷つかない方法を選んだんだね。信綱はその後、天皇から日本一の称号を与えられ、全国を巡って柳生宗義などの天才たちを育て上げた。彼の新影流は、ただ敵を殺すのではなく、相手をコントロールして平和に導く活人剣という思想にまで昇華されたんだ。技術を磨くだけじゃなく、道具を作り、平和の思想まで作った、もはや歴史上の偉人というより、剣道の神様みたいだね。まさにね、彼がいなければ、今の武道としての剣道は存在していなかったかもしれない。戦国最強の武将たちに認められた実力、竹刀を発明した革新性、そして後の剣豪たち全員を導いたカリスマ性、日本の剣の歴史そのものである男。技術も、道具も、思想も全部作ったんだもんね。納得の第1位。永遠の剣聖、上泉信綱。日本刀の歴史そのもの、最強剣士ランキング、第1位は上泉信綱で決定。いや、語り終えたね。これぞ戦国最強の6人。もはやこの6人が揃えば、アベンジャーズも真っ青ですわ。アベンジャーズは無理でしょう。あっちビーム出ますから。まあそれはそれとして、今の気分は、俺も今すぐ竹刀を持って外に飛び出したい。そんな気分じゃない？いえ、全く。今の時代に生まれてよかった。真剣持ったおじさんに街で会わなくて済む。心から安心してるね。冷めてるな。でも見てよ、あの塚原牧伝の生涯無敗、かっこよくない？いや、そもそも一生のうちに200回以上も真剣勝負してる時点で、牧伝さんのリスク管理能力はどうなってるんだ。普通1回目で死んでるからね。それを凌駕する技術があるの。でもね、実は今回、泣く泣くカットした剣豪もいるんだよね。鼻をそがれても戦い続けた男とか、鎖鎌を極めすぎて逆に絡まった男とか。待って、最後のはただのドジっ子でしょ。最強ランキングに関係ないから。あ、もう一回ランキング作り直したい。なんなら全100位くらいまでやりたい。皆さん、止めてください。この人、放っておくと明日まで喋り続けます。誰が歴史オタクの暴走機関車だわ。そこまでは言ってないわ。まあ、僕に言わせれば、最強、なんて、その日の体調と運次第な気もするけどね。それを言ったら元も子もない。でも、視聴者の皆さんも、自分だけの最強の定義があるはずです。顔が一番イケメンな剣豪が最強とかでもいいんです。それはもう、顔面最強ランキング、だね。ぜひ、皆さんの譲れない、最強の推し、コメント欄にぶちまけていってください。僕らが全部拾って、次回の動画のネタにしますから。生贄って言わないで。でも、コメントは本当に全部読みます。熱い議論でコメント欄を戦国時代にしましょう。サーバーが落ちない程度にお願いしますね。で、満足したらチャンネル登録と高評価。これ、現代の武士の作法ですから。いつからそんな作法が？まあ、よろしくお願いします。それでは、次回の動画までご視聴ありがとうございました。